本動画では、製品ごとに輸送経路を変える方法を説明します。製品ごとに輸送経路を変えるには、コンベヤのルーティングルールを変更する必要があります。まずはじめに、製品ごとに輸送経路を変えてみよう .vcmx を開きます。プロセスタブ、エディター、フローをクリックします。プロセスフローエディターウィンドウ、フロー括弧間をクリックします。フィーダーのプロセスノード、シンク括弧間のプロセスノードと順にクリックして、フィーダー、シンク括弧間のプロセスフローを生成します。次に、プロセスフローエディターウィンドウ、フロー括弧ボトルをクリックします。フィーダーのプロセスノード、シンク括弧ボトルのプロセスノードの順でクリックして、フィーダー、シンク括弧ボトルのプロセスフローを生成します。シミュレーションを再生します。缶はまっすぐ、ボトルは上へ輸送されます。流れてきた製品の輸送経路は、ルーティングルールの設定で決まります。コンベヤー Y ディバートをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウの下の方にあるルーティングルールを展開します。ルーティングルール画面の見方を説明します。ルートは現在設定しているルートを一覧で表示します。タイプはルートで設定するルールを選択します。タイプ下部にはルールごとに設定するプロパティを表示しています。初期設定の勘定ルールについて説明します。勘定ルールは設定した順番通りに輸送経路を決めるルールです。今回の場合、製品の輸送経路はまっすぐ上、まっすぐ上と順番に決まります。プロセスフローによって製品の輸送経路を決定するようにルーティングルールを変更します。タイプをトランスポートソリューションルールに変更し、続行しますかではいをクリックします。トランスポートソリューションルールは、プロセスフローによって輸送経路を決めるルールです。ルール変数は、プロセスフローのどの設定を経路選択で使用するか定義します。次のトランスポートノードへの場合、次に設定されているトランスポートノードによって輸送経路を決めます。ソースノードの場合、製品がどのプロセスから生成されたかによって輸送経路を決めます。目的地ノードの場合、製品をどのプロセスへ輸送するかによって輸送経路を決めます。ルール変数を目的地ノードに変更します。接続もしくはルールを追加を2回謳歌します。間の輸送経路を定義します。ルール変数にシンクプロセス括弧間を設定します。接続はストレートにします。ボトルの輸送経路を定義します。ルール変数にシンクプロセス括弧ボトルを設定します。接続はサイドにします。これで、プロセスフローで設定した目的地ノードによって、製品の輸送経路が決まるようになりました。シミュレーションを再生します。間は、目的地ノードがシンクプロセス括弧間なのでまっすぐに、ボトルは、目的地ノードがシンクプロセス括弧ボトルなので、上方向に輸送されます。ルール変数を次のトランスポートノードに変更します。トランスポートノードは、プロセスフローの設定で定義されているため、先ほど同様に製品が輸送されます。プロセスフローにプロセスを追加した場合の動作を確認します。ホームタブ、マニピュレーション、PNP をクリックします。シンクプロセス括弧間とコンベヤーナンバー3を複数選択してドラッグし、コンベヤー Y ディバートから距離を離して接続を解除します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、PM フローコンポーネンツから From コンベヤープロセスと To コンベヤープロセスを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。
from コンベヤープロセスをドラッグして、コンベヤー Y ディバートに近づけ、接続します。to コンベヤープロセスをドラッグして、コンベヤーナンバー3に近づけ、接続します。from コンベヤープロセスから to コンベヤープロセスへ製品を輸送するリソースを追加します。タイプ別モデル PM リソーシーズからヒューマンを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。タイプ別モデル PM トランスポートコントローラーズからヒューマントランスポートコントローラーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。接続インターフェースをクリックし、ヒューマントランスポートコントローラーのリソーシーズとヒューマンを接続します。プロセスタブ、エディター、フローをクリックして、プロセスフローを修正します。プロセスフローエディターウィンドウ、フロー括弧間をクリックします。フィーダー、シンク括弧間の間のひし形アイコンをクリックして、デリートキーを謳歌し、トランスポートリンクを削除します。プロセスフローエディターウィンドウ、フロー括弧間、フィーダーを選択した状態で、フィーダーのプロセスノード、from コンベヤーのプロセスラベルと順にクリックします。ヒューマントランスポートコントローラーのひし形アイコンをクリックして選択状態にし、to コンベヤーのプロセスラベルをクリックします。ヒューマントランスポートコントローラーのひし形アイコンを再度クリックして選択状態を解除し、シンク括弧間のプロセスノードをクリックします。フロー括弧間のプロセスフローをフィーダー、from コンベヤー、to コンベヤー、シンク括弧間に修正できました。追加したプロセスのステートメントの設定を修正します。エディター、プロセスをクリックして、from コンベヤーをクリックします。トランスポートインをクリックします。ステートメントプロパティウィンドウ、ソースを前のプロセスからに変更します。to コンベヤーをクリックします。トランスポートアウトをクリックします。ステートメントプロパティウィンドウ、目的地を次のプロセスへに変更します。追加したプロセスのステートメントを修正できました。シミュレーションを再生します。間がコンベヤー Y ディバートで停止します。コンベヤー Y ディバートを選択して、ルーティングルールを確認します。プロセスフローを変更したため、間の次のトランスポートノードは、シンクプロセス括弧間から、from コンベヤープロセスに変わりました。ルール変数が from コンベヤープロセスの場合の輸送経路を定義していないため、間はルール変数が規定の場合の輸送経路に決まります。しかし、ルール変数が規定の場合の接続は未定義だったため、間はコンベヤー Y ディバートで停止しました。ルール変数をシンクプロセス括弧間から from コンベヤープロセスに変更します。シミュレーションを再生します。先ほどと同じように製品が輸送されます。次に、ルール変数をソースノードに変更して、どのプロセスで生成されたかで輸送経路を決めるようにします。まず、フィーダープロセスを追加して、缶とボトルを別々のプロセスで生成するようにします。フィーダープロセスとコンベヤーを複数選択してドラッグし、コンベヤー Y ディバートから距離を離して接続を解除します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、コンベヤーズ、ビジュアルコンポーネンツからクロッシングコンベヤーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。マニピュレーション、PNP を選択した状態で、クロッシングコンベヤーをドラッグし、コンベヤー Y ディバートに近づけ、接続します。フィーダープロセスとコンベヤーを複数選択してドラッグし、クロッシングコンベヤーに近づけ、接続します。フィーダープロセスとコンベヤーを複数選択した状態でコピー&ペーストし、生成したコピーをドラッグして、クロッシングコンベヤーに近づけ、接続します。クロッシングコンベヤーをクリックします。ルーティングルールをコンベヤー Y ディバートの方向へ常に輸送するように変更します。
フィーダープロセスをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイタータブからフィードモードを単1、間隔を10、パーツを間に変更します。規定タブをクリックして、名前をフィーダープロセス間に変更します。フィーダープロセスナンバー2をクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイタータブからフィードモードを単1、間隔を10、パーツをボトルに変更します。規定タブをクリックして、名前をフィーダープロセスボトルに変更します。これで、CAN とボトルを別々のプロセスで生成するようにできました。次に、コンベヤー Y ディバートを選択して、ルーティングルールを変更します。トランスポートソリューションルール変数をソースノードに変更します。接続がストレートのルール変数をフィーダープロセス間、接続がサイドのルール変数をフィーダープロセスボトルに変更します。これで、ルーティングルールを変更できました。最後に、プロセスフローを作成します。プロセスタブ、エディター、プロセスをクリックします。フィーダープロセス間のフィーダーをクリックします。名前をフィーダー間に変更します。フィーダープロセスボトルのフィーダーをクリックします。名前をフィーダーボトルに変更します。プロセスタブ、エディター、フローをクリックします。プロセスフローエディターウィンドウ、フロー間をクリックします。フィーダー間、シンク間のプロセスフローを設定します。プロセスフローエディターウィンドウ、フローボトルをクリックします。フィーダーボトル、シンクボトルのプロセスフローを設定します。これで、プロセスフローが設定できました。シミュレーションを再生します。間はフィーダープロセス間で生成されたため、まっすぐに、ボトルはフィーダープロセスボトルで生成されたため、上へ輸送されます。以上で、製品ごとに輸送経路を変えてみようを終わります。ご視聴ありがとうございました。